はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、奥沢でございます。本日は、先ほど発表されたばかりの、このね、タムロン、第2世代 G2 シリーズ第3元レンズ最後の1本となる、1630F2.8G2 がね、ついに登場したので、本日はね、一足早く、こちらをレビューしていきたいなというふうに思います。でこのレンズは 1728F2.8 の、後継モデルになるんですけれども、ズーム域が1630に広がってるんですよね。なのに全長はね約 102mm と、サイズ感はほぼそのままで、重量はねソニーの E マウントタイプで 420g から 440g と、20g ほど重くはなってはいるんですけれども、でもそれでもね十分軽いですし、この手のひらサイズをキープしたまま視野を一回り広げた感じが、第2世代の進化っていう感じがねしっかり伺えるなというふうに思います。で前のモデルは僕旅行の時とかによく持ち出してて、海外にそれこそ行く時なんかは Vlog 用のねメインレンズとしてめちゃめちゃ使ってたんですよ。でスナップを撮る時にも特にねこう旅先だと、普段よりちょっとこう広く撮りたくなるというか、やっぱりこう風景とね一緒にこう撮りたくなるんですけれども、1728って、撮っているとこうもうちょっと広く撮りたいなとか、もうちょっと寄れたらななんていう風に思うことも、これあったのは事実で、だからね今回のこのズーム域が広がったっていうのはね本当にありがたいアップデートかなという風に思います。で実際にね使ってみると、その軽さ小型さから、驚くほどねやっぱりこう運用がしやすくて、Vlog とか、スナップ動画用のカメラとしてね僕がよく使っているこっちの ZV-E1 とねこう組み合わせると、抜群の携帯性で、撮影でこう持ち出す負担も少なく、このレンズがあればカメラをねもう持ち出す機会っていうのも、間違いなく増えるかなというふうにね感じました。じゃあね細かいスペックはざっとこんな感じになってます。まずこのレンズはね前のモデルと同じくワイド単で最短撮影距離が 0.19 メートルとめちゃくちゃ寄れるのがポイントになってます。でこれがやっぱりね Vlog とか、あとはこうテーブル撮影なんかでもすごく便利なんですよね。それからねもう一つ僕がこのレンズで非常に気に入っているポイントが、このねフィルター径が 67mm っていうところなんですよ。タムロンの第3元シリーズは、もちろんなんですけど、ソニー純正や、他社のね E マウントレンズも、結構こう 67mm 系のものがね、意外とソニーは多くて、フィルターを1枚持っておけばこういろんなレンズでね使い回せるんですよね。これねやっぱ荷物を減らしたい撮影の時には本当に助かります。例えばねソニーの純正広角ズーム 1635GM2 なんかは82mm 系なので、多くの 67mm 系のレンズと、組み合わせて使う場合、フィルターもサイズ違いで持ち歩く必要が出てきたり、見た目はねこうコンパクトさをちょっとこう犠牲にして、ステップアップリングで対応しなきゃいけなかったりするんですけれども、だからこそこの 67mm 系っていう扱いやすいフィルター系をキープしてくれているっていうのは、地味だけどすごくありがたいポイントです。じゃあね外観を見てみると、絞りリングとズームリングに加えて、ここにですねカスタマイズ可能なフォーカスセットボタンが1つついてます。で A 駆動はおなじみのタムロン VXD リニアモーターを採用していて、これがまたね高速かつ高精度で、特にワイド単でもピントが迷わないっていうのが非常にね優秀かなというふうに思ってます。さらにここにね USB-C の端子があって、タムロンレンズユーティリティにもしっかりと対応してます。スマホと USB ケーブルで接続すると、フォーカスセットボタンの機能をカスタマイズすることができたり、フォーカスプリセットや AB フォーカストランジションが使えるだけじゃなくて、最新のねバージョンではフォーカスを送るときに動き出しと止まり際にねこう緩急をつけられるフォーカスイーズ機能っていうのも追加されてます。これはね映像制作の時にフォローフォーカスを使わなくてもねこうレンズ単体でかなり細かい演出ができちゃうので、めちゃくちゃね便利です。もちろんねこの USB 端子がついていても防塵防滴仕様っていうのはしっかりキープされてます。そしてね今回はソニーの E マウントの他にもニコンの Z マウントにも対応ということで、ニコンはね、ソニーに比べて超広角ズームの選択肢が、あまり多くはないので、これもね個人的には嬉しいポイントかなというふうに思います。
でちなみに発売日がソニー E マウント用が7月31日で、ニコン Z マウント用が8月22日となってて、お値段もそれぞれソニー E マウント用が15万9500円、Z マウント用が16万8300円という風になってます。G1 からはちょっとね値段が上がってしまった感はあるんですけれども、まあ昨今の事情を考えれば致し方ない部分かなというふうに思います。では肝心の写りに関してなんですが、広角側と望遠側でそれぞれね改造具合っていうのをちょっと検証してみました。まずね広角側からですが、中央部分は開放からねこれ恐ろしく改造していて、絞り F8 と比べても、全くね遜色ないレベルかなというふうに思います。そして端を見てみても開放では中央ほどではないんですけれども、開放からしっかり改造しているように見えるんですが、ただご覧の通り色収差っていうのは、結構これはしっかり出てきます。次に望遠側 30mm でも同じように見てみると、こちらは開放ではね少し絞った状態と比べても、少しね甘さが残るかなといった具合なんですけれども、F5.6 まで絞ればしっかりとね改造しているかなと思います。そして隅っこなんですけど、これは広角側と違って開放でもね端は色収差っていうのは非常に少なかったです。ただ全体的にちょっとね望遠側では隅っこはやや柔らかい印象ですね。なので写りでいうとこのレンズは広角側の方が全体的にはこうしっかりと写る感じではあるので、風景を撮るときは、広角サイドでね、F8 ぐらいでこうパリッと撮って、で人物やスナップでは少し柔らかく開放で、30mm とかで撮るっていう感じで楽しめるんじゃないかなというふうに思います。そしてねこのレンズは結構ね逆光に強いかなというふうに思ってて、広角望遠ともにフレアとゴーストが僕がここ最近見たレンズではねトップクラスに抑えられていたんじゃないかなというふうに思います。なので日中でこう夕日をねこうバックにした撮り方をしても、嫌な感じに映り込むっていうことはほぼないんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、今回使ってみた感想なんですけど、やっぱりね前のモデルと比べてズーム域が広がったっていうのは、何より嬉しいですね。数字上では 1mm とか 2mm なんですけれども、実際にはね結構映る範囲っていうのは違ってきます。それでもねここ最近1635をよく使っていた身としては少しやっぱりねちょっと望遠側は物足りなさをね感じることはあるんですけれども、でもある意味単焦点レンズとの住み分けができるのかなと。1635をね使うと 35mm とか 40mm の単焦点をじゃあ一緒に持ち出すかっていうと、それはねちょっとやっぱ躊躇しちゃうんですよね。ただこのレンズであれば、標準域のよりこう明るい単焦点レンズと、組み合わせて使うっていう運用も、もっとねしっくりくるんじゃないかなというふうに思います。実際お値段もねこれ純正1635の半分ぐらいの値段になっているので、残りのね、こう予算で、1本例えば単焦点レンズを買うとかね。ただでもこのレンズの軽量かつコンパクトで持ちやすいっていう、何より大きいこの特徴から考えれば、描写性能にこう文句はないので、お散歩やスナップでね1本気軽に持ち出す時に本当最高かなというふうに思います。であとねこれだけはちょっと僕どうしてもねタムロンさんにお願いしたい点がございまして、タムロンレンズユーティリティあれねめちゃくちゃ便利なんですけど、フォーカスセットボタンを一番使うねカメラ側からカスタマイズ可能なファンクションボタンとして使っちゃうと、そこまでこう頻繁に使うわけじゃないんだけれども、せっかくこうカメラボディにはない機能っていうのがこいつにはいくつも備わっているのに、それを使おうと思ったら毎回スマホと接続して、その機能をこのボタンに割り当ててっていうと、ちょっとねもったいないなと。特にねAB フォーカスなんかすごくこう便利だし使いたいので、例えばこの長押しでねこうフォーカスポイントをこう1回2回とセットして、でダブルクリックでこう実行みたいなことができると、もっとね活躍の機会があると思うので、ぜひねタムロンさんもしそういったことができるようであれば今後のねアップデートで検討いただきたいなというふうに思いました。はい、というわけで本日はねこのタムロンの 1630F2.8G2 レンズのレビューでございました。
この動画がね参考になったということであれば、ぜひチャンネル登録とグッドボタンで、応援していただいてですね、通知をオンにして次の動画もご覧いただければ嬉しいです。というわけで、それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。